すごい。FC の、もうやってるのが本当伝わってくるんで。いうの欲しくて。いやでも、正直これ自分フリット当たった時に、自分もこれ当てたやつなんですよ。全く同じやつで。はい。はじめ正直ちょっと落ち込んでて、なんか、え今作、今までの作品ってフリットめっちゃ最強だったんですけど、はい。今作ってそんなに強くなくて、なんか確かにあんま使ってる人いないなっていうのは分かる。そうなんですよ。世界大会とか日本の大会でも、大体フリットって誰か使ってるのに今使われてないのが、あんまりプレイスタイルが良くなくて、正直。そうっすね。で自分も使ってなかったんですけど、まあ、CM で使ったら、結構トリガーなんかかけて、裏抜けとか守備がいい感じだったんで、はい。CM 使うフォーメーションがあとあんまり今、いないというか、4411でもちょっとフリットだと重たく感じるんで、なんかそんなんもあって、いやー、これとかもついていけなくても全く。でも、テクドリって結構やります。テクニカルドリブル。エクドリめちゃくちゃやってます。こういうとかもそうですよね。はい。ストレーフと、自分自身が完全にやられましたけどね。多分これはもう俺のこ弟子ですね。シメオネ。このフォワードの方が多分スタメンで使われた方が嫌かなと思いました。フリットより。せっかくフリット当たったと思うんですけど。シメオネ、冷静さがめっちゃ低いんですよ。あ、そうっすね。低いですね。73とかなんですけど。ああ、はい。一番自分のチームで一番点取ってるけど、はい。こうめちゃくちゃ大事な時に全然点取ってくれないというか。ああ、それは確かにあるかも。で、フリットに変えたらハマったんで。ああ。フリット確かにな。でも、なんかどっちもどっちって感じです、自分の中で。一応しかもこれアイコン扱いですもんね。シメオネが。はい。これとかも真ん中今みたいな感じで開くんですよ。本当キックオフ。多分キックオフだと思うんですけど。もうディフェンス棒立ちになるんで、これもチームプレス、自分もそうなんですけど、かけないといけなかったっていう。で、この後も多分点入ってるんで、これもチームプレスかけると、もうちょっとディフェンス動くようになるんで。ほんとキックオフがやっぱ。そうなんですよ。マジで、こんなフリーになるってありえないぐらいフリーになるんで。4213だと、正直フリットは ST になるのはわかりますね。他使うポジないなと思いますね。アドバンスフォワードプラスなんですけど。ああ、はい。それでもなんか、使用感的にもめちゃくちゃハマって自分の中で。ああ、はい。やっぱパス出せる、前でキープできる、うん。思うともう、いいなと思って。スピードもありますもんね。なんだかんだ。はい。どんな強いセンターバックに当たられても取られないから。まあそうですね。それは確かに。ありますね。ちょっと遠藤さん、俺、めちゃくちゃ好きなんですよね、使ってて。これもエボしてるやつですか？エボ遠藤さん、なんか2回ぐらいエボしました。あ、ナンバー8とかのやつですか？あ、アンカー。アンカーをつけたんですよ。で、はい。企画と、あとパスカットつけて。いいっすね。もうなんか、アンギサがやっぱりビルドアップ向いてないから、はい。基本、遠藤さんに預けて、はい。こう、前にベルカンプだったり、マラドーナだったり見て、的確ドンって当ててみたいなあのがもう超強くて。あ。このゲーム自体もやっぱ日本人がめっちゃ出てきてるのはいいですよね。そうっすね。J リーグ入っていればもっといけると思うんですけど、はい。両方搭載してくれれば一番ね。いや、そうなんですよね。嬉しいですけど。これも完全にやられたと思いました。いや、これの TOTY エボのマルティネンリ。あ、マルティネッリ TOTY エボなんですね。そうです。それにしました。いやもう、この時うまって言ってたんで自分でやりながら。結構タイミング的に多分キーパーが一番寄った側の時なんで、枠入ってたら。俺絶対入ると思いました、あれ。
僕も入ったと思いました。あ、完全にやられたと思って。私も緊張してたっすね、完全に。もうこことかもなんかひたすらトリガーランかけてるんで、なんかさっきのも、これ、フリット持ってんだったらこの CM のフリット走らして、ここから抜けるんで。あ、すごいな。ちょうど昨日自分が X でツイートした433のフォーメーションなんでこれ。もしよかったら、真似してみます。コード使ってもらって、これでも完全にやられましたね、これ。シーズン報酬のソボスライで。いや、ソボスライも見て、あ、ソボスライも使ってると思いながら。いや、でもこのワンツーの形も、もう鉄板というか、めちゃくちゃうまい感じで使われてるんで。ガーラン入れて。いや、そうっすよね。いや、もうこれ、ほんと止めれないんで、分かっててもいいコースにパス行くし、正直あそこは、多分この試合中は気づけてなかったと思うんで、トリガーラン走ってきてるのが。ああ、確かに。この辺はもうなんか、自分自身あんまスキルムーブ使わないんで。思いました、それ。そうなんですよ。全く使わないんですよね。使わなくて。はい。使わないから、めっちゃなんか、フルモデルできるなと思いながらやってました。そうですね。確かに、この試合見ててもお互い全然スキルムーブ入れてないんで。ムーブなしですね。本当に、やったとしても、夏メグとか、シザースたまにやったりとかぐらいなんで。自分もシザースたまにやるぐらいかな。本当に、テクニカルドリブルとストレーフを、プロテクトもたまに使いますから、ね。L2 の。守るやつですね。あ、そうですね。でも、それでも十分、結構こねれるので、はい、って感じですね。なんか、今の試合の中で、今のシーンどうやったとか、なんか、他に聞きたいこととかあったりします？ゲーム内で。ゲーム内。まあ、守備、やっぱやってて、はい。ディフェンス、守備がもうやっぱ難しいから。ですね。もうほんと乱打戦になるというか、自分も毎回。決められて繰り返して。今のゲームの使用上しょうがない感もあるんですけどね。本当に。なんか、アップデートがめちゃくちゃ入るので、もう入ってからなんか野球やってるみたいな感じになってるんで。マジで。そうですよね。それ多分8対7とかもあったりしたりするんで。はい、もう、なんか守れないところ、先ほど出た R12 回押しとか、なんか、チームプレスでカバーするみたいな感じになってますかね、正直。ちょっとチームプレスはいいこと聞きました。なんかほんとそこがなんなら一番気になってて。はい。だからなんか、ラインコンパクトに変えたら、はい。距離感も縮まるかなって思ってやってるんですけど。はい。どうしても間延びしちゃうし、真ん中空いちゃうしで。そうですよね。入ってきてくれないんで。これライン高さって今、積極的95です。積極的ですよね。はい。この積極的やったら積極的でちょっと難しいとこはあったりしますよね。ありますけど、なんかまあ、低いのも、はまんなくて。そうですね。なんか押し込まれるというか、はい。さっきみたいな形でなりやすいんで、これは確かにあります、ね。で、自分の今これ、実はカウンター設定にしてて、ほぼやってる人いないんですけど、カウンターにすると、もっと前から守備しに行きます。びっくりするぐらい前に行くんで、ハマる人にはハマるし、ハマらない人にはハマらないと思いますね。そうなんですね。なんか自分も全然ハマらなかったんですけど、この433の時だけすごいハマってて、はい、自分のやりたいプレスとカウンターがいい感じでハマってたんで、まあ、ただ逆に前に行き過ぎるんで、スタミナめちゃくちゃ減るのと、もう前半60分とか70分で後ろのディフェンスラインが赤になってたりするんで、容赦なし持ってたとしても。これはちょっとやばいっすね。そうなんですよね。だからちょっと60分ぐらいで早めにタイムをしたらもうそれが影響してるんですけど。そういうことか。前は結構スタミナ残ってるんですけど、中盤と後ろはひどくて。
後ろはなかなか変えようと思わないですもんね。後ろはでも今変えた方がいいですね。ええ多分ほとんどの人後ろスタミナなくなってたら変えてますね。そうなんだ。そうなんです。FC は変えた方がいいですね。センターバック1枚と、あとどこ入れてますベンチ。今、自分センターバック2枚入れてると思います。ベンチ。うまい。1枚か2枚。今だったらバラン使ってるんで、TOTY の時に来たスタミナ99になるやつ。はい。それを入れてたら1枚しか買えないんですけど、それじゃなかったらセンターバック2枚替えとかしたりとか、サイドバックもそうなんだ。変えたりしますね。容赦なし持ってても変えたりしますね。まあ、試合、ね、が負けてたら結構前線を変えたりはするんですけど。確かに、そうかもしれないです。俺も、ほんま前線、はい。そんな変えないんで。そうですよね。なんか前線、特に3トップとかって、指示次第だとは思うんですけど、あんまりスタミナ減らないんで、特に3トップ。はい、だから、そのまま行くことが多いんで、ってなった時に中盤と後ろ変えることが多いですね。そう考えると。って感じかな。っていう気はしてます。やっぱフォワード ST は、はい。パスが上手い選手の方がいいですかね。自分はそうです。これもめっちゃ好み分かれると思います。なんか、アンディとか、は怪物ロナウドぐらい、個人でなんとか打開できるとかやったらいいと思うんですけど、あれ別ですもんね、あれは。あれは別ですね。だから自分の場合、俺も確かに、はい。フリットに、ST、フリットに変えてから、はい。パスが上手い選手が結構、そこから点取れるというか、そうなんですよね。そのウィング2人とトはい。ップ下点取る回数が増えて、ああ、そうですね。だから、結構、こっちの方がハマったなと思って。ウィングの動きが良かったりするんで、はい、特に真ん中は、なんか、特に今作ですかね、ムバッペとか使ってても、全くハマらなかったりして、で、逆にパスできる選手優先すると、うまくいったりしたんで、自分は、そっちの方が好きですね。ちょっと今、ゆうゆうさんの昨日のせた戦術のやつ見てるんですけど、はい。サイドバック、フォルスバックとウィングバックなんですか？これ、これは遊び半分で初めやったんですけど、配信中に。はい。はい。でも、この試合も多分そうだと思うんですけど、マイコンめっちゃ上がってくるじゃないですか。めちゃくちゃ上がってきますね。これが、まあ、サイドバック絶対、ウィング、絶対プラプラじゃないとダメなんですけど、はい。プラプラじゃないと戻ってこないんで、でもこことかみたいに、ここでもマイコントリガー弾かけてないのに、この高い位置取ってくれるんで、はい。でテオが真ん中寄ってきて、テオに自分が的確なパスプラスつけたので、はい。だからボランチの役割もしてもらうって感じですかね。面白いな。で、これが意外に、今までサイドバックばっかりやってたんですけど、特になんか4-2-1-3が流行ってたんで、カウンターされると嫌だったんで、それやってたんですけど、なんか意外にこの形が良くて。で、マイコン。サイドバックしか試したことないですね。いや、自分もそうだったんですけど、これ意外に良かったりするのと、今あんまりこの設定してる人っていないんで、はい。で、今見てもらっても、このボランチがなぜかちゃんと降りてきてくれるんですよ。後ろ、3バックみたいになってくれるんで、そうですね。案外守備も崩れないっていう、思ってるよりも。えでマイコンが上がるんで、やっぱ数的優位作りやすいので、わざとしてますね。なんか、絶対こんなんあかんやんと思って指示したやつが思ったより良かったんで。パスコース、これはすごい。パスコースが結構できるというか、そうっすね。こことかも多分マイコン、トリガーなんかけてない時もあったりするんで、まあ、このテオとかも今めっちゃ走っていったんですけど、あれも、フォトスバックで中に入ってる選手を走らせたんで、ああ、
そっか。でも、あえて今戻ってくるんで、びっくりするぐらいのスピードで。やっぱリスクはありますよね。リスクはあります。絶対。レオンが結構空いてるなーっていうのはちょっと感じてました。特に3トップ相手の時は、自分も数的優位作れるけど、相手にもカウンターチャンスくらえるんで、もうでも今の仕様だったら打ち合いになるんで、確かに。いいかなって思ってやってますね。もう打って打ちまくればいいってことですよね。そうですね。もうチャンス作れた方が、なんかサイドバック上がった方が、多分3トップって結構攻めやすかったりするんで。確かに。で、これもマイクを、ここ疲れちゃうんですけど、一応、ビッグですぐスピードで戻っては来てくれるんで、そんな走れるっていうぐらいで。いますもんね、そこに。そうなんですよね。思ってるよりも、いけたりすんのかなと思ったりは。今、自分が使ってる位置にアンギサも全然ボランチはアンギサでも全然いいと思いますね。グロス使ってますけど、はい。インステッププラスは欲しいなと思って使ってるとこあるんで、はい、あとはできたら的確プラスが欲しいから、グロスがちょうどよくて。的確強いですよね。強いです。攻撃のタクがやっぱ増えるんで、はい、やってますね。そうですね。これとかも的確なプラスだから多分トリガーランの間に合ってたりするんで、はい、金プラスはめちゃくちゃ重要ですね。っていう感じで、ちょっと長い時間、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。ちょっとまた、プレマとかぜひ、めちゃくちゃやりたいです。ラッシュでも、はい。またぜひ、はい。お願いします。お願いします。ディスコード、情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。労働もこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は、自分がやろうと思っている選手をピックアップしているっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っているときはあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、
ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。